こんにちは、白川隆二です。皆さん、昨年より黒帯ワールドで配信されている合気道シリーズ見ていただけたでしょうか。黒帯ワールドは空手や少林寺拳法、タイ道、ジークン道、中国武術など様々な武道武術を世界に配信している素晴らしい武道チャンネルとなっております。今回西冬彦監督のご好意により合気道新武錬成塾のチャンネルのために特別編集版として動画を作成していただきました。西監督ありがとうございます。黒帯ワールドは普段のコラボ動画とはまた違った雰囲気がありますので、黒帯ワールド in 合気道をぜひご覧ください。そして今日から黒帯ワールドでは合気道新シリーズが始まります。動画のリンクをコメント欄と概要欄に貼っておきますので、合気道新シリーズご覧ください。それでは黒帯ワールド特別編集版どうぞ。こんにちは、黒帯ワールドです。様々な武道家武術家たちが登場する黒帯ワールドで合気道シリーズが始まります。武道歴45年63歳の空手家高石橋さんがびっくり。変幻自在の蹴り技、あらゆる相手に対応する帯道の中野哲司先生もこの通り。半信半疑だった黒帯ワールド監督も絶叫。白川隆二先生の合気道シリーズは2023年3月2日黒帯ワールドでスタート。さあみんなで合気道を味わおう。その前に去年の合気道シリーズの名場面をお見せします。じっくりご覧ください。合気道は投げ技、押さえ技、関節技って関節ですね、あと投げ固め技と押さえ技、うつ伏せに押さえる、投げ技、関節技、決め技ですね。で投げて固めていく。大きく分ければ本当に受け身が大事で、何回も受け身をしっかりしてるから怪我なく稽古できるんですね。後ろ受けですね。頭の前受け身、前にこれが出てます。前に前の前に物事で飛び受けて、これはい、さっきびっくりした。これも乱暴に上げてるわけじゃなくて、頭を打たないようにしっかり力を入れて速くなれればこういう感じで速くなるんですけど、力のコントロールでよいしょ、それだけゆっくり投げること。本当だ。はい、どしうわー、これ今受け身したんですか？受け身してます。頭を打ってないので、受け身でも頭を打たないようにちゃんと受け身してます。腰投げとか頭打ってないです。どんな受け身も頭を打たないようにちゃんと打ってます。それは一体これは何ですか？なんかすごい応用技ですけど、応用技でも受け身、頭見てるとほら安全に打ってないですよね、頭が後頭部。それで正確に受け身取れるようになると、ちょっと待って。やんなくていいですけど、これぐらいの精度で取ってるってことなんですよ。畳叩く代わりに手をついてくると同じ角度で、それぐらいの精度で受け身をみんなしてるんです。これ一丁っていう押さえ技、こういう押さえ技、この三挙、4挙、5挙は担当を取る技がつける。5挙。ちょっとゆっくりいきます。1挙っていうのは肘を押さえる。
こういう押さえ技です。ほほほほ。2挙っていうのはこう回して、あで3挙っていうのが、4挙っていうのは一点集中して力、5挙っていうのは単刀取りの技術で、単刀でこう逆手で取りながら、これはでも基本技ですね。ちょっとした体さばきの違いで技が変わっていくので、例えばこの投げ技ありますよね。ちょっと形が変わったら違う技になる。足が変わったり、違う技と同じ。こういうのも違う。よっしゃ。全部違う技なんです。これ全部違う技なんですかね。はい、細かく分けたらですよ。細かく分けたら。合気道には、当て身というか打撃技みたいなのもあるんですか。非常に当て身は実際には重要なんですね。で、例えば前に回る動作、これだけでも本当は危険じゃないですか。絶対前に入ってはいけないんですけど、当て身で自分かわすから前に入ること。本当だ。はい。あとは分かりやすいので言うと正面から。例えば相手正面打ちますよね。本当はこれで終わりなんですよ。本当は正面打ってきたらこう。正面で打ってきたら、ここ入ってもいいんですけど、これまた最小限の動きになっちゃうので、当て身をいつでも当て身できる動きで入りながらずらして投げに持っていくと。なるほど。はい。あとは当て身が重要で、入るとき必ずいつでも当て身、で当て身なんですけど今度ずらして投げに持っていく。すでに当て身をできるようにするし、当て身を使った方が本当は効果的なんですけど、そしたらぶつかる動きになるじゃないですか。当て身って稽古の中ではいつでも当て身ができる状態を作っていて、柔らかい当て身から入っていくみたいな。剣場は道場によってやってるところやってないところあるんですけど、うちの道場は剣と場両方ともやってますね。それは合気道の稽古として。そうです、合気道の稽古としてです。海将上芝森平王は剣を持てば合気剣、杖を持てば合気杖といって、剣の動きから剣の利合いから合気道の動きができたと言われてるんですよ。あ、そうなんですか。この正面打ちっていう動作、今の現代でこんな攻撃ないんですけど、これは剣を切り下ろす動きだったんです。これって正面打ちって。ということは、はい、その相手がこう剣を持ってきた場合に対応できるような技術だったんだ。はい、ちょっとそれ見せますね。ぜひ。そうするとイメージが湧くと思います。そうですね。はい。そもそも素手で戦うものじゃないんですよ。剣対剣。そうなんだ。はい。あるいは武器対武器で剣がこうバーンって弾かれたり折れたりしたときに初めてこう体術っていうのが昔はそうです。素手でいきなり戦わないですよね。剣と剣の戦い、あるいは杖とかいろんな武器の戦いの中で剣とか武器が外れたからあえてこう。例えばじゃあ正面打ち、これが剣振り下ろす動作がなんかこれなんです。そうかそうか。なるほど。そしてじゃあこの動作小手返しっていうんですが、これが今のイメージしていただくと全く同じそうですね。はい動きですよね。四方投げっていうんですが、剣切り下ろす形でイメージ湧きやすいです。確かに。はい、じゃあ剣の身体操作、つながってると言われてますね。切り下ろす動作、あるいはこう、投げる動作ですね。この切る動きっていうのがやっぱりやってても剣やってても体術とつながってるなって感じる時はあります。そうなんですね。それを取り入れてらっしゃるってこと。そうですね。剣しっかり振ることでしっかり抑えられる、しっかり投げれる、その体作りのためにやってます。杖も同じなんですか。杖も同じですね。杖も同じように相手がついてきたやつを掴んだり、あるいはこっちが杖を持って投げることもできるんですよ。例えばこう突きあります。これをさばいて
投げですね。で今度こっちが杖を持ってこうやって叩いた方が有利じゃないですか。だからそうさせないように掴んでくるっていう動作があるんですよ。でこう捕まえた時に投げ技がこういうのがあるんですよ。ちょっとすごい。さっきほらちょっとこの面白い受け身したじゃないですか、ここで出てくるんですよね。本当だ。ここで出てきた。へえ。現れてお尻つくんじゃなくて素早く立っていく。なるほど。はい、でこの杖の動きが素手でも同じ動きで杖を持ってる感じで投げるってことなんです。杖をイメージしてこれぐらい狭い場所とかで座って横の位置来てこういうふうにこう狭い場所で確かにこれはすごい。はい横に来てこう押さえてたりああ本当だ。座り技っていうのが合気道にありまして、はい、普通は立って今の動きやるじゃないですか。はい。これを座った状態で、はい。執行っていうんですけど、おお。それね、その、あ、これですよね、これですよね。足の指見ていただきたいんですが、から膝、はい、膝を使って、そして後ろ足を引きつけて、はい。これ結構難しいんですよ。どうしてもこう体がですね。入れちゃったりするんですけど、初めてお尻かかとしっかりつけながらまっすぐ。すごいなんか、すごい。慣れてくるから回転でこうくるっこれすごい。と、はい、こういうふうに回ることも。しっかり。ちょっとしたワイヤーアクションみたいな。でもここもしっかり膝つけて、はあ、膝なんですね。座り技の正面時代2挙でいきましょう。執行だと足の動きが制限されるんですね。はいはい。これだと動きやすいですよね、同じ。動きが座ってやると非常に動きにくいですよね。受け身が。はいはいはい。あと、稽古中にも入り身投げもですよね。足が粘り強い腰の動きが要請されると言われています。立ってやってるものもそのまま座って。そうです。はい。しっかりと強い腰が作られる。粘り強い腰なんですよ。バランスを取りながら。動きが制限される分。動き座り技がうまくできるようになると立ち技で同じ動きしても容易に簡単に動きができるようになると言われています。おー。白川隆二先生の合気道新シリーズは2023年3月2日黒帯ワールド YouTube チャンネルでスタート。見に来てね。合気道を味わおう。